はい、それでは、次の料理です。オクラの酢の物、4人前をご紹介したいと思います。材料です。オクラ、12本ぐらいですね。それと、飾りの、ラディッシュ1つ、あときゅうり、これが半分ぐらいですね。もう非常に簡単です。それと、こちらが合わせの、だしです。土佐酢と言いますけども、だしが 300cc。それと、薄口醤油。やはりですね、家庭で、普通の醤油、薄口醤油あるのはなかなか難しいですけども、お料理をきれいに仕上げるには、薄口醤油があった方が便利かと思います。ぜひこの機会に1本購入されてもよろしいかと思います。それと、みりんとお酢ですね。みんな 30cc ずつです。だしが300に対して30ずつです。ですね、30cc を測るのがですね、計量カップこちらにあるんですけれども、グラム、ご家庭にあれば測りの方が、簡単に測れるかと思います。30g、30cc 一緒ですので、そちらで、測りやすい方で測ってもらって構わないと思います。はい、それでは、作っていきたいと思います。最初に、合わせだしの方から、準備したいと思います。先ほどの材料を、一度鍋に全部合わせます。こちらも簡単です。一度全部合わせます。 300cc のだしですね。かつおだしがベースになってます。それと薄口醤油 30cc、 みりん 30cc、 お酢、これは米酢ですね。穀物酢がいいと思います。 30cc、 こちらを、火にかけます。こちらは、火にかけて軽く沸いたらもうそちらで、完成です。はい、それではその次ですね、野菜をカットしていきたいと思います。最初に、きゅうりからいきたいと思います。半分のきゅうりを、最初に縦に2つあります。そちらを、薄く切っていきたいと思います。あまり薄すぎてもですね、食感なくなってしまいますので、ある程度形厚くなっても構いません。こんな感じですね。くれぐれも指を切らないように。切ってください。最後までいきましょう。これをですね、軽く塩もみしたいと思います。ボウルに1回開けていただいて、ボウルに開けていただいて、塩1つまみですね、入れていただきます。これを軽く混ぜて置いておきます。こうすることによって、水分が抜けてですね、だしが絡みやすくなりますので、この工程をやっていただけると酢の物が美味しくなると思います。それではこれは置いておきます。それではその次、オクラですね。オクラを、掃除していきたいと思います。オクラがですね、ここになり口という硬い部分ありますので、こちらはですね、ボイルしても食感良くないので、こちらを掃除していきたいと思います。最初にですね、この、頭の部分を切っていただいて、ここの、部分ですね、ここを掃除していきたいと思います。包丁でこのような感じに剥いていきます。このような感じですねにしてボイルを、すると、全て美味しく、食べれると思います。残りのオクラも全部このような感じで全部オクラを掃除します。まな板の上にですね、こういうなんかちっちゃいボウル用意していただけると、くずはですね、ここに落とすようにすると仕事もきれいにできるかと思います。このような感じで全部、掃除します。その次、ラディッシュですね。こちらもカットします。こちらはですね、彩りで使いますので、
もしなければ、特に、わざわざ購入しなくても結構かと思います。これをですね薄く切ります。料理屋です。お店ではですねこのような感じでスライスするんですけども、なかなか多分家庭ではできませんので、これは横にしてもらっても結構です。できるだけ薄く、これは飾り付けで使いますので、できるだけ薄く切っていただけるとお料理が彩りよくきれいに仕上がると思います。こんな感じですね。包丁をですね少し立てていただけると、スッときれいに切れるのではないかと思います。これをですね横に揃えていただいて、こちらを薄くスライスします。なかなか面倒な工程ですけども、これをしっかりやると出来栄えがきれいになると思います。ここはこの簡単なお料理のポイントの一つでもあります。じゃあこちらをボウルに入れて水を張ります。はい、それでは次、オクラをボイルしていきたいと思います。なかなか多分茹で具合とかがわからないと思うんですけども、とりあえずこの沸いたお湯に、オクラ入れていきたいと思います。さあ全部入れます。ですね、ボイルの加減なんですけども、あまり硬すぎるとですねオクラの種がですね口に残ってですね、心地よくないので、比較的、しっかりめに、ボイルしていきたいと思います。それでですね加減なんですけども、今これノンストップでやってますので多分分かると思いますけども、感覚的には2分から3分、それで触っていただいて柔らかくなる程度までボイルしていきたいと思います。まだまだ時間かかります。ですね、この料理はですねうちの子供たち大好きでですね、なかなかマニアックな子供なんですけども、ことあるごとにオクラの酢の物が食べたいというリクエストがあって、うちでは比較的、よく登場する、レシピになってます。オクラはですねこのネバネバ成分がですね非常に体にいいと言われてますので、暑くなる季節ですね、には、非常に、夏バテにも、予防になりますし、食欲増進にもなりますし、なかなか優れた食材かと思います。それでですねよくオクラなんですけども板ずりと言いましてですね、この周りについている産毛をですね日本ではよく塩で、塩もみしたりするんですけども、こちらのですね、出回っているオクラ、アフリカで採れるオクラなんですけども、それに関しては、産毛がついてないので、塩もみする必要はないかと思います。ですね、アジア、日本もそうなんですけども、東南アジアで取れるのはですねこの周りにですねすごく硬い産毛がついてるんですけども、もしそのタイプのオクラでしたら、このボイルの前に、塩で少し周りを掃除してもらえると、口触りが良くなると思います。そんな感じで、お話ししてる間にだいぶオクラが、ボイルできてきてますけども、こんな感じですね。だいぶ、ボイルしてるお湯がですねドローっとしてきます。触っていただいてなんとなく粘りが出てきてますね。このくらいまでしっかりボイルすると、よろしいかと思います。まだもう大きいのがまだありますんで、もう少しだけいきたいと思います。これでそうですね、今もう1分半から多分2分入ってると思います。もう少し、ボイルしっかりすると、食感が美味しくなると思います。だいぶいい感じになってきましたね。でこちらを、冷ましていきたいと思います。ご家庭にもし氷水あればそちらで構わないんですけども、なければ水道水でも構いません。冷たいお水に入れていただけると、この色も綺麗な緑が出てきますし、こんな感じですね。ボイルしていただけると
美味しくなると思います。こちらをよく冷ましていただいてカットします。はい、それではですね、オクラを次、切っていきたいと思います。先ほどボイルしたオクラを、ざる切ったものですね。それを、薄く切っていきます。ですね、ここに一つ切り方のポイントがあるんですけども、普通にですね、このように切っていくとですね、あれ切れちゃった切れちゃったあれ、このように切っていただいてもいいんですけれども、一つ、今日はワンポイントアドバイスですね。このオクラをですね、このように揃えてもらって、包丁をですね、先ほどみたいにちょっと立てていただいてですね、切りますと、このなんとオクラが動かずにそのまま切れます。しかもですね、このカットしたオクラの厚さがですね、自分の目で見れてですね、一目瞭然で最後まで切れます。これがですね、非常に便利に、切れる、コツかと思います。これを全部切っていただいて、あとはオクラの、酢の物の材料を全部和えます。先ほどのきゅうりをですね、塩もみしたものを、こちらを水切りしたいと思います。だいぶ水が出た感じですね。これを、しっかり水を切ってですね、これキッチンペーパー使うと綺麗にしっかり切れると思います。水をしっかり切っていただいて、この酢の物の中に入れます。もう一回ですね。こんな感じに全部入れていただいて、これを紙を使うと非常にきれいにしっかり水が切れると思います。きゅうりの成分がですね 90% 以上水になってますので、あまりですね絞りすぎると今度逆にきゅうりの味もなくなってしまいますので、程よい具合がいいと思います。このような感じで、オクラときゅうり入りました。それとですね、ちょっともう少し彩り欲しいので、ここに水で戻したわかめ少し入れたいと思います。乾燥わかめですね。こちらを、実際にですね、グラムでいう多分 2g、3g、ほんの少しでいいと思います。こちらも水入れますとだいぶ増えますので、そちらも、このような感じで少し水をキッチンペーパーで切って水を軽く絞ります。先ほどのですね、出汁がですね、かなり薄い味の出汁になってます。しっかり最後まで飲める出汁になってますので、ここの水切りの段階も、しっかりしていただけるとお料理が美味しくなると思います。それで、この先ほどの出汁ですね、これ熱い状態で入れてしまいますと、お料理色変わってしまいますので、冷たくなった状態で、こちらを全部入れます。こんな感じですね。これをですね少し混ぜていただいて、こんな感じですね。これを、冷蔵庫で少し、なじませます。他の料理作ってる間の時間が、で十分かと思います。時間がもしなければもうこのまま持って召し上がってもらってもいいですけども、冷蔵庫で10分15分入れていただけると、美味しくなりますので、こちらを、冷蔵庫に入れて後ほど盛り付けたいと思います。はい、続きましては、オクラの酢の物仕上げていきたいと思います。だいぶ冷蔵庫で、冷えて、馴染みました。じゃあこちらを最後仕上げます。ですね、盛り付けなんですけども、ですね、和食の基本といいますか、真ん中がですね少しこんもりと高くなるような感じに盛っていただきます。こんな感じですね。たっぷりとこれはいきましょう。ここに少し出汁を張ります。だいぶ出汁もとろーっとした感じですね。こんな感じですね。で、
先ほど切ったラディッシュを天に、こちらも真ん中に高くなるようにこんな感じで盛ります。